皆さんこんにちは。Japanese Podcast with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など様々なことを日本語でお送りしています。皆さん最近はどうお過ごしでしょうか？日本はまだまだ暑くて、いつになったら本当に秋を感じさせてくれるんだよってちょっと思ったりもしますが、皆さんの住んでいるところは今はどんな感じですか？何か季節の変化とかありましたか？今回のテーマは日本人との雑談の仕方、始め方についてお話ししようと思います。以前にHow to Learn Japanese 日本語の勉強方法というテーマでお話ししました。そこで日本語の学び方とか姿勢とかそういったものを、お話ししたと思うんですけど、じゃあ次は実践の場で日本語を話してどんどん日本語を伸ばしていきたいですよね。中にはアニメを見たいから何かドラマとか映画を見たいから日本語を勉強しているだったり、話すようになりたいという理由以外で日本語を勉強している方もいるかと思います。その方は今回のエピソードは、スキップしていただいて何か別のものを見ていただければなと思います。会話を始めたいとき、いつもは誰とでも気軽に話せる方、外交的な方でも言語が変わればちょっと緊張してしまったりということもあるかもしれません。日本の文化的にマナーとか礼儀とか、もし間違ってたらどうしようとか、失礼になったらどうしようみたいな感じでいろいろ頭で考えすぎて言葉が出てこないっていう方ももしかしたらいるかもしれません。ちなみにこれは私です。内向的な性格なので、初対面の人と話す時だったり、そういったイベントとか行った時にもう結構一言目が出てこないというか、自分から声をかけるのがとても苦手なタイプです。なので今回は、皆さんが日本人と日本語を練習したいという時にできる雑談の話題とか、どうやって話しかけたらいいかとか、そういったものをお話ししていこうかなと思います。日本人と話す機会となると、オンラインの授業とかアプリとかいろんなものがあると思うんですけど、対面でお話しするときに使えるものをご紹介しようかなと思います。まずはマインドセットとして知っておいてほしいことなんですが、日本の文化はハイコンテクストコミュニケーションという方法で会話をします。これはどういうことかというと、遠回しな言い方を多く使用したり、表情だったり声のトーンから相手が言っていることを読み取る必要があるということです。何でも遠回しに物事を伝える傾向があるなと私も感じます。直接的な言い方を避けて言えば相手ができるだけ傷つかないようにとか、自分に何か火が飛んでこないようにみたいな言い方がきつすぎたりして、そういったのを避けるためにハイコンテクスト型のコミュニケーション方法で会話を行います。実際に話している言葉だけじゃなくて、表情とか声のトーンとか、今まで話してきた文脈とか、そういったものから本当に伝えたいことを読み取ってねっていう感じの会話スタイルです。その逆はローコンテクストコミュニケーションって言って、例えばアメリカとかドイツ、スイスとかこの国出身の方々の会話はローコンテクスト型の傾向にあるみたいです。これは言いたいことをはっきり直接的に言う、何も遠回しな言い方とかあやふやにしたりしないっていう会話のスタイルです。なので日本語を勉強するだけじゃ汲み取れない部分とかも多くあるかもしれません。日本人は本当に何を言ってるかわからないだったり、本当に思ってることがわからないとかっていう場面とか、そう感じることもあるかもしれません。その理由はこういった会話方法の文化の違いが背景にあって、
物事をはっきり言うのを避ける傾向にあります。またそのきつく言いすぎて相手を傷つけるみたいなのを避ける傾向にあるので、優しくふんわりした表現をよく使います。こういったことがあるよっていうのを、知ってもらえればなと思います。では実際に日本人とお話しするとき、例えば日本語のなんかランゲージエクスチェンジとか、日本人コミュニティとか、皆さんの国にある日本人コミュニティとかに参加して、日本の文化体験だったり言語を学ぶイベントとかもあるかもしれないし、学校とか会社で日本人の方がいて日本語でお話ししてみようって思う時もあるかもしれないし、もちろん日本に住んでいる方だったり旅行の場合は日本人ですよね。周り全部日本語になりますよね。そういった時にはまず皆さん自分から話しかけてみるっていうのが大事だと思います。やっぱり多くの人は先に挨拶されたり一言かけてもらった方が嬉しいと思います。そこから会話が弾んでいくということがあると思うので、内向的な人でも例えばイベントとか行ったら今日一人には絶対に自分から話しかけるぞって決めてやってみてください。その時に例えば、こんにちははじめましてって言ってその後に名前を言って自己紹介して始めていけばいいかなと思います。相手の名前を聞きたい場合は、お名前はでもいいし、お名前お伺いしてもいいですかとか、カジュアルな場合だと、名前なんて言うのみたいな感じでもいいと思います。そしてやっぱり日本人はちょっと内向的な、あまり話しかけるのが得意ではない、雑談が苦手という方が多いかなという印象があるので、皆さんが自分から話しかけていって日本語の練習してみたり日本語で会話をしてみるのを頑張ってみてください。では次にどんな話題で話しかければいいかっていうのがあると思うんですけど、まず一つは天気のお話だったり、あとは季節の話。これはやっぱり日本人はよくするかなと思います。日本はその季節の移り変わり、春夏秋冬っていうこの4シーズンがあるのと、あとはなんか梅雨の季節だったり台風がいっぱい来るシーズンだったりいろいろあるので、比較的、全員の共通話題として話しやすいと思います。これを話してなんか関係性が深まるとかってことはないかもしれないんですけど、沈黙した時とか初めましてで初対面で何を話していいかわからない時など、日本人もこの話題はよく使います。例えば今これを録音しているのが9月なんですけど、最近やっと涼しくなってきましたねみたいな感じで話しかけていって、そこから話題を広げていけばいいかなと思います。なんか春だったら、冬から気温がどんどん高くなっていって最近暖かいですねとかで、春といえばやっぱり桜とか花見っていうのが多くの人の頭の中にあると思うので、最近暖かくなってきましたね、なんかお花見の予定とかあるんですかみたいな感じで、そこから話を広げていけばいいかなと思います。次にお互いの出身地の場所の話をする時もよくあるかと思います。相手を知っていくために出身地を聞くことができるかと思うんですけど、日本人にどこ出身かを聞きたい場合は、どちら出身ですか、どこ出身ですかと聞くことができます。日本人って出身地を聞いたら都道府県名で答える方が多いと思います。都市名、シティの名前ではなくてプレフェクチャーの名前で答える方がほとんどかと思います。日本人同士でもこれが普通です。なので日本にすごく興味がある方だったり、その都道府県を知っている方、または旅行に行ったことがあるなどという方は、都道府県名を言われた後にどこの都市出身かも聞いてみて、そのまま話を掘り下げていってもいいかなと思います。例えば、どこ出身ですかって聞いて東京ですって言われたら、東京なんですね、私東京旅行したことあります、東京住んでたことありますとかっていった感じで広げていって、東京のどこ出身ですかってもう一回質問してみてもいいかと思います。
そしてこの時にちょっと田舎の方、あまり誰も知らない都市だったり町出身の場合は、東京の田舎の方出身ですとか、なんか大阪でも大阪市ではなくて田舎だったら、大阪のちょっと田舎の方出身ですみたいな感じで、ちゃんとした名前を言わずにぼかす方も結構いるかと思います。いろいろお互いの出身地とかで、話を広げていってもいいかなと思います。そして、皆さんも自分の国と、あと都市と、あとはその国とか皆さんの住んでいるところで何か有名なものがあったりとかするかもしれないんですけど、そういったものを日本語で言えるように練習しておくと、話がスムーズに進んでいったり話を広げやすいかなと思います。次にお仕事のことがあるかと思うんですけど、お仕事を聞きたい場合は、お仕事は何されているんですかって質問していくことができます。お仕事のその名前を言われて何かわかんない場合は、具体的にはどんなことをされているんですかって聞くと、もうちょっと具体的にその方がどんなお仕事をしているかなど、言ってもらえるかなと思います。お仕事の種類とかって本当に無限だと思うので、お互いにいろんなことをシェアしながら会話をしていくことができるかなと思います。そして私が海外に行った時によく聞かれたなっていう質問が2つあるんですけど、それはアニメ好きですか？好きなアニメは何ですか？っていうのと、あとお寿司はどうやって作るのっていう質問を結構何回もされたことがあります。まずアニメについてなんですけど、日本語を勉強している方だとアニメが好きだったり、日本のこういったカルチャーが好きで日本語を勉強したいという方も多くいるかもしれませんが、日本人みんながアニメを好きというわけではないというのを、覚えてもらえたらなと思います。私もアニメを見るようになったのは海外に行ってからで、めっちゃ質問されて逆に知らないのは申し訳ないなぐらいの気持ちになって、そこから見始めるようになりました。見ていくと本当に面白いので、どんどんいろんな作品を見ていったりしたんですけど、例えば本当に有名なワンピースとかもあると思うんですけど、ワンピースは私は全然見たことがなくて、本当に最初の数十話ぐらいで止まってます。なので日本人でもこんぐらいの薄い知識しかない場合もたくさんあるので、アニメの話題で広げていくのはどんどんやってくださいっていう感じなんですけど、全員が全員皆さんの期待通りではないということを覚えてもらえたらなと思います。そして次に、お寿司はどうやって作るのっていうのをいっぱい聞かれたことがあるんですけど、基本的にはお寿司は家で作らない。これが私の答えです。各家庭いろんなそれぞれの家庭で違うと思うんですけど、お寿司は基本的に私は食べに行くものでした。外でレストランで食べるものでした。巻き寿司とかロールのやつは家で作ることもできるんですけど、作ったことはない気がします。家庭で家でやるとしたら手巻き寿司というものがあります。お魚たくさん買ってきて、いろんな具材を用意して、自分で四角い海苔にご飯を置いて、好きな具材入れてちょっと丸めて食べるっていうのがあるんですけど、これはたまにします。でも本当に年に1回とか2回とかそのくらいです。なので他の方の家庭は分かんないんですけど、お寿司は基本的には外でレストランで食べるものっていうのを覚えておいてもらえたらなと思います。もちろん例えばスーパーで買ってきて食べるとかはあるんですけど、自分で一からお米炊いて作り買ってきてとか、お魚さばいて作るみたいなのは、手間がめちゃめちゃかかるので、ほとんどやらないかなと思います。あとちょっと知っておいてほしいことというか、何と言ったらいいかわかんないんですけど、例えばメキシコとかだと、私のメキシコのイメージはみんな本当に明るくて超フレンドリーで、誰とでも話す方とか話しやすい方が多いかなと思うんですけど、日本人はそういう人は少ないかなと思います。例えばスーパーで待ってる時とか、
なんかコンビニとかでも列で待っている時とか、レストランとかでもオーダーしながらちょっと店員さんと軽く会話してみたりとか、雑談ってなると本当にいろんな場面でできると思うんですけど、日本人はどちらかというと他人とはあまり話さない。そのスーパーで待ってる時に他の人と話すっていうのはほとんどないと思いますし、レストランとか注文するとき、そういった会話がもう元から行われてる場合でも、注文以外の会話とかはあまりしない方が多いかなと思います。これはもうどうしようもないというか、日本人のその会話をするっていう文化がないんですけど、そういったシチュエーションで。なのでなんかそういった会話が生まれやすい文化とか国とかに比べると、なんかいろんな場面で雑談してみるっていうのは、ちょっと一言かけてみるっていうのは難しい傾向にあるかなと思います。あと避けておきたい話題として、政治とか宗教の話題は特に初対面の場合とか、あまり関係値が深くない場合は避けた方がいいかなと思います。もちろんしたらダメってことではないんですけど、避ける傾向にあるかなと思います。今回は日本語での雑談についてお話ししました。季節の話だったり、お仕事とか趣味のこととか、話題なんて無限にあると思うんですけど、まずは皆さん最初の一歩、自分から声をかけるということを、意識して、いろんな場での日本語での会話の練習頑張ってみてください。会話の練習だと特にだと思うんですけど、やればやるだけ伸びると思うので、皆さんも、最初は難しいかと思いますが、雑談を日本語でも気軽にできるように頑張ってみてください。今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは。